ねえずんだもん。ニューヨークのワンルーム、月の家賃いくらだと思う？東京の倍くらいだから20万円くらいなのだ。残念。38万円よ。月でね、年間にすると456万円が空中分解するわ。456万円なのだ。それ印刷ミスなのだ。年収丸ごとなのだ。残念ながらそれが中央値、つまりど真ん中の市民が払う家賃よ。中央値ってことは半分の人がそれ以上払ってるのだ。ご名答。ニューヨーク労働者の家計は手取りの7割が住居費で蒸発するわ。なんと7割なのだ。残り3割で食事も光熱費も全部やるのだ。だから外食を諦め、ランチも諦め、最後はランチ自体を諦める。それが日常よ。僕の海外移住の夢が根こそぎ崩れ落ちていくのだ。東京近郊で同じ条件を出した瞬間、家賃が1桁違ったってブローカーが叫んだそうよ。1桁ってゼロが1個少ないってことなのだ。そんな嘘でしょ。今日は世界の住居費ランキングとその底に沈む異常な国の話をするわ。最後まで見るとあなたが今払ってる家賃の意味が根本から変わるわよ。さて、感情論を抜きに純粋な数字だけで殴っていくわよ。僕は数字に弱いのだ。お手柔らかに頼むのだ。ニューヨーク家賃中央値の10年推移、ほぼ右肩上がりで一直線に突き抜けてるわ。給料も同じくらい上がってるなら問題ないのだよね。残念。世帯所得は地面を這うレベルでしか伸びてないわ。線が完全に交差してる。米国で家賃が世帯収入の 30% を超えると住居費過剰負担と定義されるの。 30%。僕の家賃比率よりちょっと多いくらいなのだ。ところがニューヨークは中央値ですらそのラインを大きく踏み越えてる。ど真ん中の人がアウトなのだ。それはもう構造ごと壊れてるのだ。同じ条件で東京近郊、埼玉、千葉、神奈川の主要路線を引いてみるわ。中央値の家賃差はざっと7倍前後。同じ駅地下、同じ広さでね。7倍？地球の重力が違う星の話なのだ。ちなみに為替は四半期平均。面積は平方フィートを平米換算してるわ。出典は米不動産サイトと米労働統計局、つまり全部公的データの付き合わせよ。公的データで殴られると僕はもう何も言い返せないのだ。これね、一部の高級物件の話じゃないのよ。中央値で起きてる地獄なの。ここからは現場の声を聞いてもらうわ。最初はニューヨークよ。僕はブルックリン在住、30代会社員。手取りはほとんど家賃で消えるよ。外食はとっくに諦めた。ランチもやめた。今は職場で水を飲んで耐えてる。お水で耐えるのだ。それはもう生存戦略なのだ。ブルックリンの家賃中央値、所得費、住居費負担率は画面のテロップを見なさい。続いてロンドン。こっちはもう物理的にどうかしてるわ。いや、私はロンドンの20代若手、シェアハウスに住んでる。リビングをパーテーションで区切ったベッド枠が個室として貸し出されてるんだ。それはもう個室じゃないのだ。ただの仕切られた空間なのだ。英国メディアでも何度も報じられてる。これがロンドンの普通の光景よ。続いてカナダのトロント。ここは上がる速度が問題よ。僕はトロントの30代エンジニアだ。年収はちゃんと上げてきた。でも家賃の上がり方が早すぎる。給料の伸びじゃもう追いつけないんだ。昇給したのに楽にならないのだ。それは絶望なのだ。キャリアを積み上げる速度より住居費が上がる速度の方が速い国なの。最後はオーストラリアのシドニー。こちらは家族の話よ。僕は40代、3人家族でシドニー在住。住んでるのは1ベッドルームだ。息子の寝場所はリビングのソファ。3人家族で寝室が1つしかないんだ。寝る場所が家賃で奪われてるのだ。絶句するしかないのだ。ニューヨーク、ロンドン、トロント、シドニー。英語圏の4大都市は揃って家賃地獄ベルトなの。4都市マップが赤く染まってるのだ。本当に地獄ベルトなのだ。これって貧困層の話じゃなくて普通の人の話なのだ。そうよ。普通の定義そのものが英語圏ではすでに壊れてるの。あなたが思い描く海外移住の景色は現地の現実とは別物なのよ。さて、ここからが本題よ。同じ条件で東京近郊の物件サイトを開くわ。僕は何が起きるか怖くて見てられないのだ。検索条件は固定よ。駅徒歩10分以内。占有面積25平米前後。築浅。ニューヨークの38万円ワンルームと全く同じ条件なのだ。検索結果がパラパラとめくれていく。5万円台、6万円台、4万円台。4万円台って何？桁が1個少ないのだ。この瞬間、海外のブローカーが叫んだそうよ。桁が1つ足りないって。僕の脳が追いつかないのだ。なんで日本だけこんなに安いのだ。理由は後で丁寧に分解するわ。まずはもっと衝撃を見てもらう。異常事項その1、駅徒歩10分、25平米、築浅で家賃5万円台が普通に存在する。普通ってニューヨークの基準だと
宇宙人レベルの普通なのだ。スペック表をズームしてごらんなさい。これが東京近郊の現実の家賃よ。異常事項その2、敷金ゼロ、礼金ゼロ、フリーレント1ヶ月という物件。初期費用がほぼゼロなのだ。これ無料で住めるってことなのだ。違うわ、家賃は払う。でも引っ越し直後の100万円がほぼ消えるの。ニューヨークの友達が聞いたら椅子から転げ落ちるのだ。異常事項その3、無料インターネット、エアコン、オートロック。これら全部が家賃に含まれてる物件がごく普通の選択肢として並んでるわ。海外なら全部別料金で取られるのだ。地獄の後付け課金なのだ。異常事項その4、家賃比率が中央値で2割台に収まる東京近郊エリアが普通にあるの。給料の2割で家賃が済むのだ。それ世界基準だと夢の生活なのだ。同じ部屋を借りるのに海外では38万円、日本では5万円、価格差7倍超。これはもう経済学じゃないのだ。物理法則が違う星の話なのだ。ここで海外の反応コーナー、ネット上の声を再現してみせるわ。ニューヨーク在住者の声。ふざけるな。こっちは家賃で人生が削れてるのに、移住先候補に日本という選択肢が急浮上してきた。本気で考える。ロンドン在住者の声。これは罠か？家賃が一桁違う国なんてありえない。この記事本当に最新版か？為替計算を2度確認したくなる。これね、日本人は気づいてないんだけど、世界基準だとバグなの。住居費だけ、重力が違う国なのよ。物理が壊れてる聖域なの。僕はこのバグのおかげで生きてるのだ。ぬるま湯から外に出たらきっと干からびて死んじゃうのだ。日本人の足元には世界が憧れる聖域が広がってる。自覚しなさい。さて、なぜ日本だけ住居費がこんなに安いのか、構造を解剖するわ。僕のぬるま湯の正体知るのが少し怖いのだ。要因その1、人口減少。需要側がもう増えないから家賃が上がりにくい。要因その2、空き家率の高さ。総務省の調査ではもう1割を大きく超えてるわ。空き家がいっぱいってことは貸す側が値下げしないと借り手が来ないのだ。要因その3、新築の供給過剰と長期にわたる超低金利環境。この3つが重なって家賃が世界に取り残されたまま固定されてるのよ。逆に海外の家賃高騰の主因は投機マネー、短期賃貸プラットフォーム、建築規制。世界中のお金持ちが住宅を投資商品として買い漁ってるのだ。そう、普通に住みたい人が投機家との競争に負けて締め出されてるの。日本にはまだその波が本格的に押し寄せてないってことなのだ。そういうこと。つまりね、日本が安いんじゃない、海外が壊れてるの。でもね、安いまま放置されてるってことは賃金もまた別の意味で壊れてるのよ。それは聞きたくなかったのだ。耳を塞ぎたくなるのだ。僕は海外移住やめるのだ。ぬるま湯から出られないのだ。外に出たら干からびて死ぬのだ。僕はもう動けないのだ。それでいいのよ。あなたみたいな住居費依存者がこの国の家賃を支えてるんだから。僕は支える側だったのだ。僕は聖域の柱だったのだ。さて、次回予告よ。家賃の次に世界が壊れてるもの。それは食費よ。卵が1パックで2000円する国があるって信じられる？2000円なのだ。卵で人生が終わる国なのだ。現実から逃げ続けるあなたのためにチャンネル登録と高評価よろしく頼むわ。ベルマークも忘れず押すのだ。次回も一緒にぬるま湯に浸かるのだ。ではまた次回お会いしましょう。現実から目をそらさず。